例えで考えると、脳はちょうどスクショのようなものです。日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。突然ですが、この2つはどちらの方が正しいと思いますか？お会いできるのを楽しみにしています。お会いできることを楽しみにしています。こののもことも動詞を名詞化するために使われるので、よく形式名詞と呼ばれているんですが、答えは実はどちらも正しいんです。でも、ある状況では片方の方がもう片方よりもっと自然になるんです。今日は日本人がなんとなくちゃんと使い分けているのに、その境界線はどこにあるのかに関しては 95% の日本人がきちんと説明できないのとことの違いについて一緒に考えましょう。実は私も日本語を教え始めた当初はこの違いについて論理的に説明することができなかったんです。それぐらい私たちネイティブの日本人はこれらの言葉を感覚的に使い分けているんですね。最近は日本語ネイティブの方、つまり日本人の方もこのチャンネルをよく見て楽しんでくださっているので、ネイティブとしてのこの2つの感覚的な違いなどをコメントでシェアしてくださると、日本語を勉強していらっしゃる視聴者さんたちにとっても参考になると思います。では、さっきの文の意味はそのままで、ちょっとスタイルを変えてみましょう。明日また会える何々を楽しみにしているよ。明日お会いできます何々を楽しみにしております。そう、上の文はカジュアルな場面で仲のいい友達とのやりとりです。下はもしかすると結構フォーマルな場面かもしれないし、ビジネスレターかもしれません。そうなると、それぞれの文に自然にマッチするのは、のとことのうちの片方ずつだっていうことがわかりますね。上の文なら、明日また会えるのを楽しみにしてるよになりますし、下の文なら、明日お会いできますことを楽しみにしておりますになりますね。下の文の方がずっと丁寧な感じがしますよね。ああ、なるほど。じゃあ、のはカジュアルで、ことはフォーマルっていうことかと思われたかもしれません。確かにそういう部分も少しはあるんですが、実はそれで終わりじゃないんです。そんなに単純じゃないところが日本語の面白いところでもあり、難しい部分でもありますよね。では、フォーマルさの程度が同じぐらいの文ならどうなるでしょうか？例えば、単語を覚えるのは難しいと、単語を覚えることは難しい。この2つの文ならどうでしょうか？どちらも正しいんですが、日本人はどの部分を強調させたいかによってこの2つを使い分けているんです。例えで考えると、脳はちょうどスクショのようなものです。スクショっていうのはスクリーンショットの略で、画面を写真のようにして保存することですね。例えばある動画を一時停止してスクショしたとき、こんなスクショが撮れたとしたらどうですか？あなたは一生懸命外国語の単語を覚えようとしているんですが、どうしても覚えられなくて、勉強が嫌になってしまって、つい、単語を覚えるのは難しいと叫びます。このスクショのように、個人的で具体的で瞬間的なことには、のを使うことが多いんです。つまり、今目の前で起きていることについて臨場感たっぷりに説明したいときは、覚えるのは難しいのようにのを使います。一方で、ことはどちらかというと
あるテーマについてのデータが整理されたフォルダのイメージですね。スクショのようにはっきりした画面が思い浮かぶわけではありませんが、何か一連のことの全体とか、抽象的な概念を表すときに、ことをよく使います。だから、単語を覚えることは難しいというと、私個人的にっていうよりは、一般的に単語を覚えることは難しいですねと言っていることになります。私にとって今この瞬間難しいと感じているっていうよりは、誰にとってもいつでもどこでもっていうニュアンスが加わります。そして、のような一瞬の出来事っていうよりも、一連の出来事、連続して起こること全部のことを指してことを使います。この点はまた後で話しますね。では、何かを目撃したとき、その目撃証人はどちらを使うことが多いと思いますか？例えば、田中さんがスーパーに入る何々を見ましたよ。この場合は、スクショのように田中さんがスーパーに入る場面を切り取ったようなイメージで話すので、スーパーに入るのを見ましたになりますね。入ることを見ましたっていうのは間違いですので気をつけてください。このように何々するのを見る、聞く、感じるのように知覚と関係ある動詞が後に続く場合は必ずのを使います。じゃあこんな場面ではどうでしょうか？今日ベランダで洗濯物を干していたとき、珍しい鳥が鳴く何々が聞こえた。これものですね。鳴くのが聞こえたです。で、このことから見る、聞くだけじゃなくて、見える、聞こえるでも同じだっていうことがわかりますね。ただ、見える、聞こえるの場合は、のではなくて、のが見える、聞こえるになる点に注意してくださいね。じゃあ、このような場合はどうですか？彼女はお年寄りがバスに乗る何々を手伝った。これものなんです。具体的に誰かが何かをするのを手伝うとき、何々するのを手伝うと言います。ですから、彼女はお年寄りが食事をするのを手伝ったとか、私は妻が料理を作るのを手伝ったとか、私は同僚が荷物を運ぶのを手伝った。このように具体的な動作を手伝うときにはのを使うと覚えてください。じゃあ次の文はどうですか？私はお酒を飲んだ同僚が運転する何々を止めた。これも具体的な動作と関係があるので、運転するのを止めたのを使います。これと同じような例として、彼女は夫が書類にサインするのを止めたとか、彼は自分の姉がテレビのチャンネルを変えるのを邪魔した。このように誰かの行動を止めるときや邪魔するときのを使うと覚えてくださいね。じゃあこんな場合はどうですか？彼女はバスが来る何々を待った。これものなんです。例えば他には、彼女はタクシーが止まるのを待ったとか、彼女は番組が始まるのを待ったなど、誰かまたは何かが何かをするのを待つときものを使うと覚えてください。このように手伝う、止める、待つのように具体的な動作と関係がある動詞とはのを一緒に使うと覚えてくださいね。じゃあこんな場合はどうですか？部長は部下たちに
今回のプロジェクトが成功した何々を伝えた。これは普通、ことを使います。何かの内容を伝えるとか、発表するとか、話す、言う時には普通、ことと一緒に使うんです。これは瞬間的なことっていうよりも、一連の出来事全体とか、抽象的な話の内容と関係があるからなんですね。次のような文もそうです。例えば、私たちはあのチームが勝つことを願っている。私は彼が成功することを祈っている。こんな風に祈願する。つまり、願ったり祈ったりすることと関係がある文もことを使います。じゃあ、次の場合はどうでしょうか。大統領は税金を引き上げることに決めた。彼女は今晩早く家に帰ることを約束した。こんな風に決定や約束と関係がある文もことを使うのが普通だっていうことがわかります。じゃあいろいろ内容がありましたので、ここまでのところを少しまとめると、何々するのを見る、何々するのを聞くなど、知覚と関係がある動詞や、何々するのを手伝う、何々するのを止める、何々するのを待つなど、具体的な動作と関係がある場合は、のを使うっていうことでしたね。これはスクショのイメージに似ています。でも、何々することを伝える、話すなど、発話と関係がある言葉や、何々することを祈る、願うのように祈願と関係がある言葉、そして何々することを決める、約束するなど、決定とか約束と関係がある言葉は、ことを使うんですね。そして、このことは、抽象的な考えや一連の出来事全体を表すときによく使われるので、イメージはパソコンに保存されているフォルダですね。じゃあ最後に、ことしか使えないいくつかの例を考えてみましょう。趣味は本を読む何々です。これはことしか使えません。のは間違いです。すぐ後ろにだとかですが続くときにはことですしか使えません。のですとは言えません。では次のいくつかの文はどうですか？アラスカに行った何々がありますか？このカードは海外で使う何々はできません。これらは何々したことがあるとか何々することはできないなど、こととセットで使うことに決まっている言い回しですね。このような言い回しはことを使います。他にもよく使う言い回しとして、何々することになるとか、何々することにするなどがありますね。これらは必ずことを使うと覚えておいてください。はい、じゃあここまで勉強したことを復習してみましょう。うちの犬は私が音楽を聴き終わる何々を待っていた。これはのですね。後ろに待つっていう言葉があるときは何々するのを待つというと覚えてください。じゃあ次です。私は子供が車に乗る何々を手伝った。これものですね。手伝うという言葉ものと一緒に使いますね。じゃあこれはどうですか？来年オーストラリアに留学する何々にしました。これは決定と関係があるからとも言えますし、何々することにするっていう決まった言い方があるからとも言えますけど、ことを使いますね。こんな風に日本人が自然に使い分けている日本語の微妙な違いについて
動画でシェアしています。見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしてから次の動画をお待ちください。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。